き反応や虚脱、シャットダウンに力が入ってそして緩める。視野が狭まってしまうというパッチ絶対にやってはいけません。大丈夫ですか？脇腹あたり。自分はここにいるなと。太い血管がある場所です。潜水反射はフィジカルカウンターマニュ合唱のポーズ、ミントやレモン、メントール系、自分のコントロールを取り戻すことは生存率やその後の回復の質を大きく高めます。本人の意思では制御できない生理反応が次々と戦わなくていいんだ、休んでいいんだと気づいた証です。皆さんこんばんは。 THASMR です。今回はトラウマケアコーピングスキルとして効率期反応や虚脱、シャットダウンが起きてしまった場合からの復帰に役立つ方法を紹介します。実演もしていきますので一緒にやっていきましょう。前に大きなストレスを受けた時に起こる6つの防衛反応の話をしました。その中で体が動けない状態というのに効率期反応と虚脱乖離を含むシャットダウンというのがありました。動けないといっても2つには違いがありますのでそれぞれに合った方法を紹介していきます。それではやっていきましょう。まずは効率期反応を少しおさらいします。効率期反応は大きなストレスに直面し戦っても勝てない、逃げられない時に起きる防衛反応です。非日常では何かしらの攻撃や事故、自然災害などがありますが、日常のある場面で言えば、例えば上司やパートナーから急に真顔でねえちょっと話があるんだけどと言われた瞬間、ドキッとして固まりますよね。例えば誰かもしくは自分が怒られて怒鳴り声が聞こえたとき、ピクッとして固まりますよね。会議や面接などで予想外の質問が来て頭が真っ白になってしまったり、 SNS では誹謗中傷のコメントが来たとき、また中にはさまざまな場面で男性の立ち振る舞いなどに緊張を強いられてしまうこともあるかと思います。ぐっとこう体に力が入って身構えてしまう、この瞬間がフリーズです。これがすぐ解ければ良いのですけど、解けない時に効果的なその対処法をいくつか紹介していきます。以前紹介した54321グラウンディング、バタフライハグ、感情のラベリングはどれも有効です。深呼吸ももちろん効果があります。今回も紹介するものは原理は
似ていますが、バリエーションという形で少し違った方法を紹介していきます。ではまず一つ目に紹介するのは足の裏のグラウンディングです。足の裏が地面に触れている感覚に意識を向けます。ちょっと手でやりますけど、これが地面でこれが足こう地面を押すようにじわーっと力を入れます。左右片足ずつです。足の指は必要以上にこう丸めたりピンと反ったりしてしまうとつったりしやすいので、足の指はリラックスさせ、足のひらの母子球、小子球、かかとの硬い部分で押す感じにしましょう。あまり強く力を入れると足がつってしまうことがあるので、じんわり5、6割の力で大丈夫です。座って動画を見ている方はちょっとやってみてください。片足ずつです。ぐーっと押す。ですね。立っているときは重心を少し押す方の足側に動かして少し膝を曲げて体重をかける感じです。押して緩める、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 はい、押して緩める。この足指をリラックスさせ広げ、3点の骨で地面を捉えるのは登山や傾斜のある場所での安定した立ち方、歩き方の基本でもあります。押して緩め、押して押して緩める、押して緩める。はい、これがなぜ良いかというと、効率期反応の基本的対処法は周囲の安全の確認と体の中にぐっと固まってしまった外に出られない、動きたくても動けない、そんな溜まったエネルギーを少しずつ逃がしていくこと、せき止められてしまったダムの水を少しずつ放流してあげるようなイメージです。足の裏のグラウンディングは、まず自分は今ここで安全な地面に立っているということを意識できます。転倒防止にもつながりますよね。そしてもう一つ、体の中で固まった行き場のないエネルギーを逃がす方法ですが、
これは筋弛緩法が効果的です。筋弛緩法というのは、筋肉が緊張した直後に最も緩みやすいという特性を利用して、筋肉の緊張と緩和を繰り返します。緊張緩和、緊張緩和ですね。はい、ストレスや緊張を軽減解消する効果があります。効率的反応時はいきなり体全体を動かそうとしてもできないと思うので、体の一部分の小さな動きから徐々に行っていきます。ではもう一度、足で地面を押して緩める、押して緩める、押して緩める、押して緩める。反対の足も押して緩める、押して緩める、押して緩める。はい、こんな感じです。足の裏で地面を押そうとすると、自然とふくらはぎや太ももにも力が入ると思います。こうして足全体のコントロールを少しずつ取り戻して、いつでも逃げ出せる準備を整えます。トコ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 と。はい。では次に紹介するのは、眼球運動と周辺視野の確保、オリエンティング、目を左右に動かす方法です。このパートでは、この指を見て、目で追いながら聞いてみてください。バタフライハグの仕組みと同じで、この眼球運動自体にリラックス効果があります。フリーズ状態のような高ストレス下に陥ると、視野が狭まってしまうという症状が起きます。また、目の前に脅威があると、それを凝視し続けてしまいます。もちろん目を離せない状況というのもありますが、可能であれば視野を広げるためにこのように動かしてみてください。疲れたら休んでくださいね。では今度は動きはそのままで、指先のその先や画面の外を見てみてください。周囲の状況の確認です。ここが安全だということを確認します。
軽く首や体も動かしたり、上の方や下の方にも目を向けてみましょう。もしこれが緊急時なら逃げ道なども探します。疲れたら目を閉じて休んでいいですよ。目を動かすことに集中するのか、周囲の状況を確認することに集中するのか、周囲の状況を識別できる余裕があればそうしてください。ただ、目に入った情報が頭で処理しきれないほどテンパってしまっている時ありますよね。そういう時は動かし続けて、視線を向けるたびに見えた一つだけを頭の中で繰り返してみましょう。色や形など目に入ってくるのを感じるだけでも脳の再起動は始まりますので、少しずつ情報を集めてみてください。はい、ちょっと疲れましたかね。お疲れ様でした。では少しゆっくり瞬きをしましょう。パッチ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 、開けて閉じて、開けて閉じて、パッチ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 。実はこの瞬きもすごく効果があります。一点をじっと見つめて固まっていた視線をふっと緩めて、シャッターを下ろして目から入る情報をリセットしてあげます。これだけで脳が一休みしていいんだなと気づいてくれます。パッチパッチ。はい、というわけで2つ目は目を使った方法でした。では次は肩すくめ運動とため息呼吸を紹介します。先ほど話した筋弛緩法の上半身版の方法です。両肩をこう耳に近づけるようにぐーっと持ち上げます。数秒間。そして一気にストンと落とします。脱力します。この
重力に任せて落とす感覚が脳に伝わると緊張が抜けやすくなります。肩をこの時呼吸も一緒に行うとより効果的です。肩を持ち上げながら吸って、そしてため息を吐くように勢いよくと下ろす。はい。持ち上げてと下ろす。この呼吸を合わせた方法はすごく効果がありますが、繰り返してやると酸欠でクラクラしてきたり、かえって体が疲れてしまうため、1、2回程度にしてください。ではもう一度。仕上げてと下ろす。持ち上げてと下ろす。はい。済んだらゆっくり鼻から吸って口から吹いて呼吸を整えます。はい。では次の方法を紹介します。次の方法はハミングと似ているんですけど、できるだけ低い声でブーと言います。これはちょっと人前ではやりづらいかもしれません。でもすごく効果的です。一緒にやってみましょう。ブー。喉の奥や胸に響かせるように声を出し、息を吐き切ります。やってみましょう。ブー。これは低周波の振動が固まった横隔膜や神経系を物理的に緩めます。胸やお腹に手を当ててやってみましょう。はい。振動しているのが分かりましたか？ハミングのも同じですが、喉の奥を通る迷走神経というのが刺激されます。迷走神経は副交感神経の一つです。このやで喉の奥を通る副交感神経が刺激されてリラックス効果があります。これは心を落ち着ける効果も高いので、フリーズ時でなくても、イライラした時とか不安な時とか寝る前、そんな時はぜひやってみてください。
では最後にもう一度はい、はい、というわけで、効率期反応からの復帰方法4つをやっていきました。足の裏のグラウンディング、左右の眼球運動と周辺視野の確保、まばたき、肩すくめ運動とため息、そしてハミングの6つを紹介しました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。動画はまだまだ続きます。お疲れでしたら好きなところで止めてもらって、いつでも休んでください。お茶どうぞ。では次は虚脱を含むシャットダウンの状態からの復帰方法を紹介します。このパートは少し話が長くなります。まずはシャットダウンをおさらいします。シャットダウンは生命の危機に直面した時に起こる緊急電源オフですね。ある種の暴力、戦争やテロ、自然災害、逃げ場のない圧倒的な破壊などに、これは抵抗できないと脳が判断し、シャットダウンを起こします。極限状態での防衛反応です。トラウマ研究の分野ではシャットダウンと呼ばれますが、医学的には血管迷走神経反射という反応とほぼ同じ仕組みと言われています。またこれを含む以前解説したさまざまな防衛反応は急性ストレス反応というのにあたります。少し視点を広げてみると、状態の深さや
急性的か慢性的かなどグラデーションがあります。必ずしも客観的に見て命の危険はなくても、お化け屋敷みたいな場所や採血の現場などで本人にとっては過度に恐怖や緊張を感じたときにシャットダウンに陥る場合もあります。また身体的な虚脱の状態は日常的に経験します。試験などに落ちたとき、大切な人が亡くなったとき、失敗したとき、怒られたとき、これらはそれが起こった知った直後は大抵凍りつき反応が起きますが、その後にすごく落ち込んでがっくりきたりしますよね。パートナーと別れたり、とても楽しみにしていた旅行やイベントがキャンセルになった時などもがっくりきますよね。そしてなんだか動けない、何もしたくない、何も考えられない、こんな状態は多くの人がよく経験します。またこれが数時間で回復する場合もあれば、慢性的になってしまう状態もあります。慢性的な状態は医学的には抑うつ状態、うつ病とか燃え尽き症候群、学習性無力感といった症状も当てはまります。ですので慢性的な原因は疲労などもありますが、その陰には大小さまざまなトラウマ体験によるストレスが潜んでいることも多くあります。こういった症状からの回復方法は特効薬のような方法ではなく、基本的な治療に沿った方法でゆっくり体を休めることがとても大切です。とここまで話してきましたが、今回はそうもいかない状況を想定して復帰方法を紹介していきます。状況としてはシャットダウンが起きて、それでも早く動かないと命が危ないという緊急事態の時ですね。できるだけ早く安全に回復するにはどうしたらいいか。実はこれは救急医学で教わる倒れた人を助ける方法と共通する部分が多いです。もしかしたら皆さんも学んだことがあるかもしれません。一時救命処置、これは自分だけでなく目の前で誰かが倒れた時にも役立つ知識なので、せっかくなのでこの機会に一緒におさらいしていきましょう。どうぞ。はい、お下げします。それではやっていきましょう。一時救命処置とは、心停止等の緊急時に居合わせた人が行
フ、胸骨圧迫、AED、人工呼吸を用いた救命手順です。人工呼吸は今回省略しますが、今回はトラウマケアの視点からシャットダウン、血管迷走神経反射で倒れ込んでしまった時を想定します。まずやってはいけないことですが、昔の映画などでよく見られるようなバケツの水をかける、肩を激しく揺さぶる、頬のビンタといったことは二次被害があるのリスクがあるので、絶対にやってはいけません。頭や首は動かさないのが鉄則です。倒れた衝撃で頸椎を痛めている可能性があるため、無理に首を左右に動かしたり、頭の下に高い枕を入れたりして傾斜をつけてはいけません。膝枕もダメです。少しだけイラストを用意してみました。はい、まずは周囲の安全を確保し、患者を床にフラットに仰向けに寝かせます。地面が硬かったり冷たかったりする場合は、薄手のタオルを1枚引く程度にします。そして気道の確保と呼吸確認です。やり方は、おでこを軽く押さえて、顎先を天井に向け、指で引っ掛けるように垂直に軽く持ち上げます。こんな感じで首の骨全体を指なりに反らせるのではなく、頭蓋骨だけ後ろへコトッと調整する感じです。動かすときに無意識に首の後ろに手を入れたりしないようにしましょう。そしてその状態のままタオルやカバンなどがあれば頭の両脇を固定し、左右に動かないようにしましょう。呼びかけとタッピングも行いましょう。大丈夫ですかと声をかけながら肩や腕を軽くタッピングしましょう。この時意識を確認するためには少し声を大きめ、タッピングも強めでいいです。意識があるようなら落ち着かせるように優しく安心感を与えましょう。大丈夫ですか？大丈夫ですか？生きてますか？生きてますか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？ちょっと優しすぎたかもしれませんね。これらと並行して119番通報や AED の手配や使用も必要ですね。近
近くに人がいる場合、誰かと協力を頼むと誰かがやるだろうと傍観者効果が働くので、そこのあなた、通報してください。あなたとあなた、AED を探してきてください。みたいな感じで、個人を特定して具体的に指示を出すと良いと言われます。もし呼吸が変だったり止まっている場合は、心臓マッサージも迷わず始めましょう。呼吸がしっかりしている場合は、血液が脳に行き渡るように足を高く上げてください。腕さすりなども始めて、感覚刺激を与え始めます。後で解説しますが、霊感刺激や嗅覚刺激なども効果があります。通常シャットダウン血管瞑想神経反射の場合は、正常な呼吸があり、数分で意識が回復します。ただ、頭を打ったりしている場合もあるので、そのまま救急車を待ちながら様子を見ましょう。もし意識がなく普段通りの呼吸、スースーという音や胸の上下運動がない場合、これは一刻を争う状況なので、心臓マッサージと AED を使用します。AED は機械の指示に従えば大丈夫です。音声やイラストの指示通り、まず胸にパッドを貼ります。素肌です。右胸の上側と左脇の脇腹あたり、このあたりに貼ります。そうすると機械が心電図を取り自動で解析してくれます。電気ショックが必要な場合は機械が判断します。私たちはそれに従ってボタンを押すだけ。はい、心臓マッサージを解説します。押す位置は胸の真ん中、左右の真ん中かつ上下の真ん中、この辺り、骨のある硬い部分です。硬い部分、手の当て方は片方の手のひらの付け根、手根部って言いますを先ほどの胸骨の真ん中に置きます。もう片方の手をその上に重ね、下の手の指を組んで、指先が胸に触れないように上に浮かせます。こうですね。押し方は肘を伸ばした状態で垂直に体重をかけます。こんな感じで、よいしょよいしょ。そして小児の場合は片手、乳児の場合は指2本で押すとされてます。乳児はこんな感じで押すとされてます。心臓マッサージは胸を約5センチ沈み込ませる必要があります。押した後は胸が完全に元の高さに戻るまでしっかり力を抜いてくだ
でも手を胸から離してはいけません。心臓に血液を呼び戻すために押すのと同じくらい戻すことも重要です。間隔は1分間に100から120回。アンパンマンのマーチに合わせるのを推奨されてます。はい。タタ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 こんな感じですね。よく肋骨が折れるという不安も聞きますね。ただ、高齢者や骨が脆い人の場合、正しい強さで圧迫すると骨が折れることは非常によくあるそうです。そしてこれは医療従事者やプロの救急隊がやっても同じです。骨折は後からでも病院で治せますが、脳への血流が止まれば数分で脳死に至り、命は二度と戻らないので、緊急事態の時は躊躇せずに心臓マッサージを行いましょう。そして法律民法第698条で、たとえ折ってしまってもちゃんと守られますので、その辺も安心してください。というわけで、ざっくりちょっと足早でしたが、一時救命処置の解説をしました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。では、シャットダウンからの復帰方法の話に戻ります。救急車を呼ばなかった、呼ぶことができなかった、すぐに助けが来ない、自力でなんとか逃げないといけないとか、とにかく体をなんとか再起動させないといけない。そんな時に役立つ方法をいくつか紹介します。この場面でも54321グラウンディングやバタフライハグ、ラベリングなど、どれも効果はあります。そしてこれから紹介するのは、もう少し交感神経を刺激するのに適した覚醒を促す方法になります。あまり真剣に取り組むと入眠の妨げになってしまうかもしれませんので、そこは注意していただければと思います。もう少しお付き合いください。はい。それではまずは境界の確認、セルフタッチ、グラウンディングです。まずはセルフタッチをして、自分自身で
刺激を与えます。自分の手足がどこにあるかわからないくらい感覚が遠のいているときは、自分がここにいることを確認します。自分はここにいるなと確認します。グラウンディングですね。タッピングや体をさすったり、自分の腕や太ももを少し強めに揉んだりしてみてください。キュッキュッキュッと揉んだりしてみてください。これができれば他の方法もスムーズにできるかと思います。はい、はい。では次に紹介するのはアイシングです。冷たい水や保冷剤や氷による冷感刺激を与えます。保冷剤を用意しました。当てる場所は首の後ろ、脇の下、手首の内側など太い血管がある場所です。当ててみましょう。冷たいはい。そして大事なことですが、これは呼吸を続けながら皮膚に当てます。5秒10秒程度で離します。これを数回繰り返します。1、2、3、4、5。冷たい。1、2、3、4、5。かなり冷たいです。はい、1、2、3、4、5。はい、目が覚めました。手元に保冷剤がある状況はアイスとかケーキを買った帰りぐらいかもしれないですが、冷たい水や氷でも効果があります。はい。ただアイシングにはこれとは真逆の副交感神経を優位にさせて鎮静させる方法もあります。せっかくなのでそちらとの違いを知ってもらえたらと思います。その方法は10度から15度の冷水、水道水に氷を少し入れたくらいの温度、そして冷やす部位は顔の上半分、目や鼻の周り。やり方は洗面器などにその冷水をため、大きく息を止め顔を浸します。そのまま15秒から30秒じっと耐えます。これが鎮静させるアイシングの方法です。これは潜水反射と呼ばれています。潜水反射は皮
非常に強力で、人によっては血圧が下がりすぎてしまうリスクもあります。顔を冷水に浸す方法は、パニックや高ぶりが抑えられない時には有効ですが、虚脱の時にはやらないようにしてください。はい。はい。はい、では次に紹介するのは、物理的対抗法、フィジカルカウンターマニューバーとも言われます。これは筋肉や関節を動かさず力を入れる筋トレアイソメトリックスと同じ方法です。いくつか代表的なのを紹介します。これから寝たい方はあまり力を入れないようにしてください。呼吸はしながらです。では一つ目は合掌のポーズ。両手の手のひらを合わせて押し合います。虚脱状態ではあまり力が入らないと思うので、やれる範囲で少しずつグッグッとやってみましょう。だんだん筋力が戻ってきます。グッグッ。次は腕の引き合いです。両手の指を絡めて胸の前で組み、左右に引っ張ってみます。こういう方法もあります。椅子に座った状態で足をこうさせて押し合うのも効果的です。手でやるとこんな感じで、前にした足は後ろへ、後ろにした足は前へ力を入れます。こういう感じ。次はハンドグリップ。手近なものを握りしめるか、拳を握ります。保冷剤冷たい、呼吸はしてください。もしあなたが解放する側だったら、相手の手を軽く握ってあげて、握り返してくださいと相手が握り返すのを促してみたり、両手を合わせて押してみてくださいとか、押してみて、同じように両手を掴んで引っ張ってみてとか、ね、こんな感じで呼びかけながら覚醒を促すことも効果的です。これは効率期反応からの復帰方法と似ていると思った方もいるかと思いますが、似てますね。はい。先に紹介した足の裏のグラウンディングは、立っていられるならこの時でもとても効果的です。ただ呼吸も一緒にふーっと一気に力を抜いたり、
た強い力で思いっきり押してと一気に力を抜くと余計疲れたり筋弛緩法になってしまいますので、そこは注意してください。ちょっとずつ力を入れて、もし避難が必要だったら拳は軽く握り続けるとか、腹筋に力を入れ続けるとか、これから動くぞという体勢を維持する感じでやって、安全な場所に避難できたらゆっくり休む。では最後に嗅覚の刺激です。こちらを持ち合わせがないと難しいですが、どんな香りがいいかはミントやレモン、メントール系、スパイシー系、強めの香水など。でもアンモニナのように強すぎて粘膜を痛めるリスクがあるものは避けます。実はちょっとハーブをいくつか持ってきましたこちらはローズマリーですね。スパイシーな香りがします。料理にも使えます。こちらはヘリクリサムカレープラント。カレーの香りがします。色はちょっと違いますね。これは3通りになっています。コットンラベンダーって言います。これはカンファーのツンとしたシャープな香りがします。見た目も好きです。これも食べられませんが、防虫効果があるので有名です。これもこのカレープラント食べません。苦いのでこれらの香りは、どれも五感神経を刺激して覚醒効果があります。起きてください。起きてください。ちなみにこちらはラベンダーですね。お花ついてんの。リラックス効果があります。ヒノキ、ヒバだけどヒノキ。落ち着く。これはアップルゼラニウム。アップルゼラニウム。リンゴの香りがします。甘い香りがします。これは副交感神経を刺激してリラックス効果が強いです。どれがいいですか？いろいろあります。視覚、聴覚などは視床を経由しますが、嗅覚刺激は例外
例外的に支障を介さず本能や感情を司る大脳変影系へ直接伝達されるそうです。要するに効果が早く大きいということですね。はい、その場で活用できたらぜひ活用していきたいですね。どれがいいですか？ラベンダーですか？かわいいですよねこれ。はい、嗅覚刺激でした。というわけでシャットダウン虚脱からの復帰に役立つ方法でした。実際には重度の凍りつきやシャットダウン虚脱状態が起こった直後では自力で何かを行うのは難しいです。でも自然な回復を待つだけでなく時間の経過とともに少しでも動けるようになった段階で意図的にこれらを行い自分のコントロールを取り戻すことは生存率やその後の回復の質を大きく高めます。そのトラウマ体験がどのくらいのインパクトで脳裏に焼き付くのか、そしてその後の人生においてどれくらい影響を与えていくのかを左右します。ぜひ知っておいてもらえたらと思います。はい、では最後にもう少しこれもとても大事なお話をして終わりたいと思います。極度の凍りつきやシャットダウンから回復し神経系が再び動き出すときには本人の意思では制御できない生理反応が次々と起こります。まず代表的なのは震えです。これは過剰に高まったままの閉じ込められていたエネルギーを放電しているような現象です。また覚醒していくに従ってその直前の恐怖などを思い出します。ガクガクと大きな震えが止まらなくなります。そして感情の爆発です。感情の麻痺乖離でせき止めていた感情が一気に溢れ出します。涙が止まらなかったり大声で泣き叫んだり激しい怒りや恐怖がこみ上げてきます。でもこれらは脳が感情を処理できる状態に戻った証拠ですので大丈夫です。また、ジェットコースターを降りた後のような開放感からハイな状態になる場合もあります。そして落ち着いてくると呆然とした感覚
や深い赤涼感を伴ってまた虚脱の状態になってしまうこともあります。はい、それから、自律神経は再調整されるため体温調整機能が激しく動きます。急に体が熱くなって汗が噴き出したり、逆に氷のように冷たくなって震えたりします。そして消化器系も止まっていた内臓の動き、働きが急激に活動を再開し、お腹がゴロゴロとなったり、あくびやゲップ、排泄行為をしてしまうこともあります。ですが、これらは副交感神経が正常に機能を始めたサインです。全然恥ずかしいこととかじゃないので安心してください。今まで必死に戦ってきた体がもう戦わなくていいんだ、休んでいいんだと気づいた証です。よく頑張ったねとよしよし言ってあげたいですね。よしよし。よしよし。というわけで、凍りつき、虚脱、シャットダウンからの復帰方法ということでやってきました。かなり長かったと思うんですけど、最後まで見てくださってありがとうございました。今回紹介したことがあなたのお守りになったら嬉しいです。これらを使うような場面が来ないのが一番いいんですけど、自分がトラウマ体験をした当時は今回話したことは何一つとして知りませんでした。こういった知識も含めてそれが起きた時はただ時間だけが過ぎて大きな深い孤独や傷跡を残しました。どれか一つでもできていたら未来が変わったのだろうかと思ってしまうし、できたところで何も変わらなかったかもとも思うし、でもそういう、悔しい思いが、それがモチベーションになって、今こういう話をするという選択をしています。過去のトラウマは、始まりとしては最悪な出来事かもしれないけど、未来は続いているので、これがどれだけの人に見てもらえて誰かの役に立つのとか、手探りではあるんですけど、何かしら意味のあることになったら、少しは明るい方に向かっていけるのかなと思っています。というわけで、最後まで見てくだ
した。ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。それではおやすみなさい。